車を持ってるけどタイヤの空気の入れ方がよくわからないので、ガソリンスタンドで毎回空気入れお願いしている人意外といると思います。そこで今回は誰でも簡単にガソリンスタンドに行かずにどこでも全自動で車のタイヤの空気圧調整ができるようになるめっちゃ簡単なやり方をご紹介します。ってことで使っていくのはこれ。アメリカのクラファンで5000万集まって人気すぎてメディアにも取り上げられた元マイクロソフトのエンジニアが作った最新の全自動電動空気入れですね。メーカーはオーク&アイアンといってアメリカのニューヨークのメーカーになります。早速中身を開けてみると電動空気入れ本体。持ってみた感じお弁当箱ぐらいの大きさで重さは 710g と軽くはないですね。そして裏面に簡単なマニュアル。そして表面はこの緑の枠のボタンのところ以外まさかの全部ディスプレイ。なので数字がめっちゃ見やすそうですね。あとは付属品が入ってまして、チャリの空気入れるアダプター、車のタイヤ用の長めのゴムホース、収納用の袋、充電用の USB-C ケーブル、浮き輪とかボール用のアダプター、そしてロードバイクに多いフレンチバルブ用のアダプターが入ってます。なのでこの空気入れ一つあれば車からママチャリ、ロードバイク、浮き輪からボールまで大体の空気入れが全自動で可能になります。ってことで早速車に空気入れてみます。まずは使う前に充電ですが、付属の USB-C ケーブルを使って充電するだけ。0から満タンまで約3時間ほど。充電中は電池のアイコンが点滅して満タンになれば止まります。充電ができたら車用の長めのゴムホースを空気入れ本体に接続。ネジになっているので回すだけで OK。これで空気を入れる準備ができました。乗ってる車の指定の空気圧はだいたいドア開けたところに書いてるので、それをまず確認します。確認できたらタイヤの空気バルブを半時計左に回せば外れるので、ひたすら回して外します。キャップ取った瞬間にタイヤの空気が一気に抜けるとかないので、落ち着いてキャップ外してください。キャップが外れたらそこで初めて本体の電源を長押し、この上のマークですね、ここを長押しすると電源が入ります。そしたら車のアイコンが出てくるので、今回は車に空気入れるのでそのままで左下の丸い矢印みたいなボタン、これ長押しすることで空気圧の単位を変えれるので、車のドアに書いてる単位と合わせます。僕の場合はキロパスカルなのでそれに設定します。その状態で画面を見ると上が0、下が310とか数字書いてます。上の0は今の空気圧、下が指定したい空気圧の数値です。今回は230まで空気を入れたいので、マイナスのボタンあるのでそれを押して下の数値を230にします。1回押すと10減って長押しすると連続で減っていくスタイルですね。ここまでできたらあとは本体から出てるホースの金色の先端、これをタイヤのバルブに差し込みます。この中がネジになっているので押し当てて時計回りに回していけば固定されて抜けなくなるので、ある程度硬くなるまで回すだけ。これで準備できたので、あとはパンプって書いてるボタンを1回押すだけ。これであとは全部自動です。指定した空気圧になったらこんな感じで自動的に止まります。なのでやることは自分の車の空気圧確認して、その数値に設定してコースさしてボタン押すだけ。数字が読める人であれば誰でもできると思います。これで1本終わったんで、残りも同じようにやっていくだけ。これ使ってみていいなと思ったのが、今現在の空気圧が上に表示されて、ここの数値の誤差が出ない設計で 99.9% の正確さなので、とりあえず電源つけてホースさしたら今の空気圧がすぐに確認できて、ボタンを押すだけで適切な空気圧まで全自動で空気入れてくれるのがめっちゃ便利ですね。ガソリンスタンド行くとエアタンクにゲージがついてるタイプが多く、数値合わせるのが難しいと思いますが、これは機械的に空気が充填されて指定した空気圧になったら自動で止まるので、車に詳しくない人でも全く問題なく使えるところですね。こういう昔からあるゲージを使って定期的に空気圧を確認するのもいいんですけど、この電動空気入れさえ一つ持っていれば空気圧の確認して、もし減ってたらその場で空気入れまで全部一貫してできるのでだいぶ調子いいと思います。またこの空気入れの特徴が特許取得済みのモーター技術のおかげで、これまでの電動空気入れと比べて4倍早く空気を入れれるみたいなんで、 Amazon でレビュー数が1200超えててめっちゃ売れてるこの電動空気入れを使って何が違うのか検証します。まず前提条件がタイヤの元の空気圧が100、これが230になるまでの秒数を測ります。まずは Amazon のレビュー数が多い電動空気入れで試してみます。ちょっと早送りしないとこの映像が長すぎて見てる人がしんどいので早送りしてますが、こっちのタイプはかなりコンパクトなんで、ロードバイクとか乗る人ならこっちだとそのままサドルバッグに入るので持ち運びの面ではいいかもですね。こちらも指定した数値で自動で止まるスタイルで、満タンまでにかかった時間は6分18秒かかりました。次にオーク&アイアン。こんな風に挿してボタン押すだけなのでめっちゃ楽ですね。誰でもできます。ボタンを押して満タンになったら勝手に止まって空気圧100から230になるまでにかかった時間は3分でした。さっきのレビュー数多いのと比べても約半分の時間で空気入れが終わってるのを見ると、確かに特許取得済みの技術はスピードがだいぶ速かったですね。ただどっちの空気入れもそうなんですが、音はまあまあうるさくて、音量計で測ってみたところどっちも85デシベルぐらいなので、調べてみたら電車の中と同じぐらいの音量みたいです。今回はあえて100からスタートしてみましたが、普通の人はそんな空気圧減らないと思うので、これよりもっと早い時間で指定の空気圧まで空気入れることできます。ほんと数字を設定してボタン押して
あとは放置なんでめっちゃ簡単です。ガソリンスタンドで入れると自分で針を見て微調整の必要はありますが、これは全自動で指定した数値になれば勝手に止まるのでバリ楽です。空気入れ機能以外にはこのボタンを押すと本体の上が光って夜でも作業できたり、ライトを点滅させることもできるので、事故った時とか故障して車が止まった時にも使える便利な仕様ですね。車の空気入れのやり方はこれでどんな感じか分かったと思うので、今からは自転車の空気を入れてみます。まずは普通のママチャリに空気入れてから、空気圧が高めのロードバイクにもちゃんと空気が入るか検証します。まずはママチャリから。使うバルブはフレンチ式アダプターか、この洗濯バサミみたいなアダプター、どっち使っても大丈夫です。一応タイヤの側面に指定の空気圧が書いてまして、このチャリだと280から460キロパスカルなので、ボタンを押してチャリモードに切り替えて指定数値を280に設定。あとはホースをつなげてボタンを押すだけ。チャリもかなり簡単ですね。画面の数字が点滅してますが、これカメラのせいなんで肉眼で見ると普通に数字が表示されているので気にしないでください。ほんと数値設定してボタンを押すだけなので電動だと楽すぎますね。それでは次に専用の空気入れを使わないと空気が入れれないロードバイク、これに空気を入れてみます。ロードバイク用のフレンチ式バルブ、これをゴムホースの先端に取り付けて、あとは先ほどと同じようにやるだけ。ちょっと押し込んであげてねじ回していくとある程度したら止まるので、それができたらタイヤに書いてる指定の空気圧を確認。今回の場合だと7バールでいきたいので、抜く時に少し漏れるので少し多めの 7.2 バールに設定してボタンを押して、あとは完全に放置。空気圧がゼロの状態でスタートしてひたすら放置しています。ロードバイク乗る人なら手動で空気入れる作業がまあまあしんどいの分かってるので、それがボタン一つ全自動でできるのはほんと素晴らしくいい時代になりましたね。この大きさなんでロードバイクでツーリング行く時にカバンに入れておくとパンクした時も安心して使えます。このタイプの小型ボンベだったら失敗したら終わりなので、かなり安心して遠出ができます。空気が満タンになると自動で止まって、ここまでにかかった時間ですが1分49秒ですね。これ手動のこのタイプでやると多分3分くらいかかって結構しんどいので、車持っててロードバイクも乗ってる人はこれあると人生はかどると思います。車も自転車も入れ方一緒なので誰でもできると思います。これでわざわざガソリンスタンドに行って店員に空気入れてもらわなくてもどこでも空気が入れれるようになりました。行ったことないガソリンスタンドだとどこに空気入れあるかわからん時あるし、混んでて使えないこともよくあるんで、これ1個あればその心配が消えるので1個持っておくといいと思います。気になるのが電池持ちですが、1回満タンまで充電すると300日間充電を維持できるので、充電したら車のトランクとかに入れておいて必要な時に使うのがいいと思います。充電もシガーソケットから USB-C で充電できますし、本体に大容量 7800mAh のバッテリーが搭載されているので、オートバックスとかで売ってる車専用の空気入れみたいにわざわざエンジンかけた状態でシガーソケットから電源取る必要もないし、どこかに遠出する時や高速に乗る前の空気圧の確認は大事なんで、高速に乗る前にしっかりと空気圧の確認をしてあげて、もし足りなかったらボタンを押して補充してあげてください。これだけ小さいのでサーキット行く方も持っておくと休憩中に空気圧の確認から補充までできるのでありだと思います。外箱とか空気入れの裏は全部英語ですが、全然簡単な英語しか書いてないので義務教育レベルで余裕だと思いますが、ちゃんとした日本語の取扱説明書ももちろん入ってますので安心してください。説明書はこんな感じになってて、使い方はもちろんのこと空気圧設定の目安の表があるので、これ参考にだいたいどれくらい入れる必要があるかもわかります。アメリカの製品なんでサポートがアメリカだとだいぶきついんですが、しっかり日本の代理店による日本人によるサポートも受けれるし、 Amazon から買えるので Amazon のサポートも同時に受けれるので安心して買っていい空気入れですね。これまでタイヤの空気の入れ方がわからなくて不安だった方、わざわざガソスタまで行って空気入れるのが面倒だった方が、この全自動空気入れを買うと今後のカーライフがだいぶ快適になって、どこでも気にせずに空気を入れて最適な状態で車を運転できるようになるので、かなり便利になること間違いないです。今回紹介したオーク&アイアンの電動空気入れは Amazon で購入できるようになってますので、動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、僕のレビューだけじゃなく他の人のレビューも参考にしていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。